今回はかつて無敵と恐れられた日本の戦闘機ゼロ戦についてアメリカ軍の視点からじっくり見ていきます。当時のアメリカがいかにしてこの圧倒的な脅威に直面し、情報を集め冷静に弱点を分析して戦術をひっくり返していったのか、その熾烈な戦いの裏側に迫ります。太平洋戦争の向こう側で起きていたもう一つの戦いですね。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画を見逃さないようにチャンネル登録もお願いします。それでは早速始めていきましょう。まずゼロ戦の基本的な情報からおさらいしていきたいと思います。はい、1940年昭和15年に正式化された機構機ですね。零式艦上戦闘機という正式名称ですが、この零式という名前の由来は何でしょうか？これは正式化された年が聖武天皇の即位から数えて紀元に1600年にあたるためです。なるほど。その切りのいい数字の下2桁の0を取ってゼロ戦というわけですね。その通りです。全金属製の単葉機で1945年の敗戦までに約1万機が生産されたという事実からも、この機体がいかに日本軍の主力だったかが分かります。特に航続距離が凄まじかったと。3000キロを超える航続距離を持っていました。これは当時の戦闘機としては桁外れの数値です。3000キロですか。それは敵軍からすれば全く予測できない距離から飛んでくるということですよね。まさにその点が初戦において日本軍に極めて大きな優位性をもたらしました。ただアメリカは開戦の半年も前からすでにゼロ戦の脅威をある程度掴んでいたんですよね。そうなんです。太平洋での戦いが始まる前、中国大陸ですでに実戦投入されていました。アメリカと戦うより前に。はい、そこでの戦果はまさに無敵でした。無敵ですか？はい、空戦における損失はなんとゼロだったんです。中国軍に撃墜されたのは対空砲火による数機だけという恐ろしいエピソードが残されています。空戦での損失ゼロってちょっと信じられない数字ですね。はい、この圧倒的な敵についてある人物が鋭く観察していたんです。中国で義勇軍の航空部隊の指揮官を務めていたクレア・シェンノートですね。はい、クレア・シェンノートです。彼は墜落したゼロ戦の残骸を徹底して調べ上げました。彼は残骸から航続距離や速度、武装だけでなく上昇力や旋回性能の数値まで割り出していました。残骸からそこまで正確なデータを導き出せるものなんですね。かなりの精度でした。そして彼はこの謎の新型機がとんでもない性能を持っているとアメリカ本国やイギリスに強く警告したんです。ということは敵の最新鋭機の情報がすでに本国に送られていたわけですね。はい、送られていました。であればアメリカのパイロットたちは開戦前に十分に対策を立てることができたんじゃないですか？そこが歴史の皮肉なところなんです。と言いますと？当時のアメリカ軍の指導部はその警告をまともに取り合わなかったんです。なぜですか？せっかくの貴重な情報なのに。まあそこには当時のアメリカ軍と指導部の強いおごりがありました。おごりですか？はい、日本の航空技術なんてどうせ欧米の模倣、つまりコピーに過ぎないという偏見です。ソースにもありましたね。日本人のパイロットは視力が悪くて夜間飛行ができないなんていう根拠のない偏見です。自分たちの方が絶対に上だという思い込みですね。そうですね。しかし当時のアメリカの航空戦力は日本を圧倒できるほど整っていたわけではありませんでした。ルーズベルト大統領の号令で生産は拡大していたものの、多くはイギリスへのレンドリース、武器供与に回されていたんですよね。その通りです。実際アメリカ軍が太平洋方面に配備していた航空機は1000機程度でした。それに対して日本軍は約2600機を揃えていた。はい、数で負けている上に相手の新型機の情報を無視してしまっている。そんな状態で1941年12月に戦争が始まるわけです。それは前線のパイロットからしたらたまったものじゃないですよね。陸軍の P39 や P40、 そして海軍の F4F ワイルドキャット、これらに乗ったパイロットたちはいきなり本物のゼロ戦と向き合うことになります。 P40、 そして F4F といった主力機がゼロ戦に全く歯が立たなかったと。はい、ドッグファイトでの機動性がアメリカの機体より 20% も優れていましたから。 20%？ 格闘戦で次々と撃ち落とされていく。どこからともなく現れて圧倒的な航続距離でフィリピンでの航空戦力を壊滅させて、また遠くへ枯れていく。これでゼロ戦が神話的な無敵な存在になっていったわけですね。はい、アメリカのパイロットたちにとってはパニック以外の何者でもありませんでした。
でも誰も対抗策を考えなかったんですか？やられっぱなしというわけにはいかないですよね。ここで先ほどのシェンノートが再び鍵を握ります。彼は現場のパイロットたちに絶対にドッグファイトに付き合うなと厳命しました。なるほど。相手の得意な土俵には乗らないと。ええ。そして P40 の重さを生かしたダイブ&ズーム、つまり一撃離脱戦法を徹底させました。急降下して攻撃してそのままスピードに乗って逃げるというやつですね。はい。さらに海軍の方でもジョン・S・サッチ少佐が歴史に残る戦術を編み出しました。ああ、私このエピソードがたまらなく好きなんです。自宅のキッチンテーブルでマッチ棒を使って考えたというやつですよね。そうです。サッチ少佐は1対1ではゼロ戦に勝てないことを悟ったんですよね。ええ。だから個人の技ではなく幾何学的なチームワークで対抗しようと考えました。これがビーム防衛陣形、後のサッチウィーブです。これあやとりのように編むという動きなんですよね。はい、それがウィーブ、編むと呼ばれる理由です。例えば2機のアメリカ機が並んで飛んでいるとします。そこに後ろからゼロ戦が迫ってきて、どちらか1機の後ろにピタリとついたとする。はい。普通なら狙われた方は必死に逃げようとしてパニックになって旋回します。でもサッチウィーブでは違う。狙われた機体ともう1機の相棒の機体がお互いに向かってクロスするように向かい合って旋回するんですよね。その通りです。あわや正面衝突するかというギリギリですれ違う軌道を描くんです。うわー、それはものすごい度胸がいりますよね。ゼロ戦のパイロットからすれば狙った獲物を仕留めるためにそのまま後ろを追いかけて旋回していく。そうです。ところがゼロ戦が追いかけて旋回してくるところにもう一機のアメリカ軍機が正面や横っ腹から向かってくる形になるんです。敵からすれば逃げると思った途端に別の機体が死角から銃撃してくるわけです。自分がおとりになって相棒に敵の死角から弾を撃たせるんですね。その通りです。お互いを信じきっていないと絶対にできないチームワークの極みですね。そしてこの戦術が1942年のミッドウェー海戦で絶大な効果を発揮したと。はい。そしてミッドウェーからわずか1ヶ月後、アメリカ軍にさらに奇跡的な出来事が起きます。アリューシャン列島のアクタン島でのゼロ戦発見ですね。アクタンゼロですね。ぬかるみに足を取られてひっくり返っていたほぼ無傷のゼロ戦を発見した。そうです。これを本国に持ち帰り徹底的にテスト飛行をしたことで、無敵と思われていたゼロ戦から3つの致命的な弱点が見つかりました。この3つが本当に面白いですよね。まず弱点の1つ目が防御力のなさですね。はい。ゼロ戦は機動性と航続距離を実現するために機体をギリギリまで軽くしていました。その代償としてパイロットを守る装甲板や穴が開いた時に自動で塞がるセルフシーリングタンクもなかったんです。機銃弾一発でも当たればすぐに燃え上がる。だからアメリカ軍からはフレイマー、つまりすぐに燃えるやつと呼ばれていたというエピソードがありました。そうです。実はアメリカはヨーロッパ戦線の教訓から重量が増してでも防護装甲とセルフシーリングタンクは必須と学んでいました。なるほど。撃たれずに優雅に飛ぶ日本と撃たれても落ちないアメリカ、思想の違いがはっきり出ていますね。そして弱点の2つ目、高速域での運動性低下です。これスイートスポットの発見ですよね。ゼロ戦って低速でのくるくる回るような格闘戦は得意だけど、時速300マイルおよそ480キロを超えると途端にロール、旋回が遅くなるんですよね。その通りです。風の抵抗で補助翼がガチガチに硬くなってしまうという原理的な弱点がありました。ポテンシャルが逆転するポイントがあったと。スピードを上げればゼロ戦はついてこれない。はい。そして弱点の3つ目が最も致命的でした。エンジンの癖です。ここ、私がソースを読んでいて一番驚いたところです。気化機がトイレのタンクのようなフロート式だったというやつですね。その例えがぴったりです。急降下して加速度がかかるとフロートが浮き上がってしまってエンジンに燃料がいかなくなる。つまりエンジンがむせ返って止まってしまう現象が起きるんですね。そうです。だからアメリカのパイロットからすれば後ろにゼロ戦がついてきても思い切り急降下すればいいわけです。ゼロ戦はエンジンが止まりそうになるから急降下にはついてこられないんですね。その通りです。アメリカ軍にとっては急降下すれば逃げ切れるという確実な逃げ道ができたんです。これでアメリカ軍は完全に戦い方をシフトした。はい。3つの弱点解析から
絶対にドッグファイトをしない。つまりクレア・シェンノートが徹底させていたダイブ&ズームに全てをつなげていきました。ゼロ戦の弱点だけを突き、自分たちの強みを生かす完璧なロジックですね。はい。そして戦争後半になるとアメリカ軍はさらに圧倒的な機体を投入します。 F6F ヘルキャットや F4U コルセアといった新型機ですね。これらはゼロ戦にどうやって対抗するように設計されていたんですか？これらの新型機はゼロ戦の倍にもなる2000馬力の強力なエンジンを積んでいました。さらに分厚い装甲板でがっちり守られていました。倍の馬力ですか？ゼロ戦の弾を多少受けても弾き返し、圧倒的なスピードで追いついて撃ち落とすことができます。逃げてからの一撃離脱だけでなく、真っ向から力技でねじ伏せることができるようになったんですね。はい。一方で日本の技術者たちも何とかしてゼロ戦を改良しようと必死でした。そうですよね。何も手を打たなかったわけではないですよね。もちろんです。現場の声を聞いて52型と呼ばれる機体では防弾鋼板や防漏タンクを追加しました。防御力を上げたんですね。また後の紫電海という新型機では水銀スイッチを用いた自動空戦フラップといった機能まで発明しました。技術者の執念を感じます。でもそれだけでは足りなかったんですか？残念ながらここで基礎工業力の限界という絶対的な壁が立ちはだかります。基礎工業力の限界。アメリカが強力なエンジンを大量生産し、重い装甲を積んでも速く飛べる機体を作ったのに対し、日本は安定した大型エンジンの生産すら困難だったんです。なるほど。エンジンのパワーが足りなかったと。部品の精度や鋼の品質そのものが足りませんでした。ゼロ戦は機体設計上大きなエンジンを積めなかったんです。となると、防御を上げて機体を重くすればスピードが落ちて敵の的になるだけです。まさに絶望的なジレンマに陥りました。機体を改良したくても元のポテンシャルの限界に来ていたんですね。さらに激戦の中で日本軍は熟練パイロットたちを次々と失いました。経験の浅い若者が乗るようになった。はい。ゼロ戦の性能は熟練者でなければ引き出せません。若者にはもう扱いきれなくなってしまったんです。日本軍の悲哀を感じますね。最終的にゼロ戦は重い爆弾を積んで敵の船に体当たりする特攻機として使われるようになります。本当に残酷な結末ですね。このコントラストを見事に表した比喩があります。はい、名刀の比喩ですね。そうです。ゼロ戦を神業を前提に極限まで研ぎ澄まされた名刀、日本刀であると。それに対してアメリカ軍の戦砲や新型機は才能のない新米でもマニュアル通り動けば敵をすりつぶせる規格化された工業システムであると。名刀と規格化された工業システム。日本はその名刀に無理やり盾をつけようとして鋭さすらも失ってしまったんですね。歴史を振り返るとテクノロジーの進化とそれをいかに分析して活用するかが世界の大きな転換点を作ってきたことが分かります。ある時は飛び抜けた個人の才能や神業のような技術が時代を牽引します。しかしまたある時はそうした個人の力に頼るのではなく、誰もが成果をつかめるような組織的なシステムを作り上げたものが最後の勝者になることもあります。情報と技術が交差するとき、そこには人間の執念と組織の在り方を問いただすとても深い歴史のドラマが隠されているのです。いや、本当に考えさせられる問いですね。才能に頼るのか仕組みで勝つのか、あなたならどうするかぜひ考えてみていただきたいです。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画を見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。次回もさらに深い分析をお届けします。